も、ベイメットチャンネルです。本日は、新米ゴーレムロックの性能を100回戦で徹底検証してみた。1月25日に発売された新米ゴーレムロック。ブレードの側面だけでなく上部にまで多くの突起を持つユニークラインのディフェンスブレードだ。今までのディフェンスタイプのブレードは軽く小径という特徴があったが、ゴーレムロックの重量は平均 34.14g でナイトメール、レオンクレストに次ぐ3番目に重い重量となっている。さらに直径はシルバーウルフと並ぶほどの大きさで、重量直径ともに従来のディフェンスタイプの中では比較的大きいサイズ感となっている。今回はそんなゴーレムロックのブレード性能をロットボールを相手に攻撃力と持久力を測定し、ホエールウェーブのローラッシュカスタムを相手にアンダーニードルのカスタムでディフェンスタイプとしての防御性能を確認。そして最後にコバルトドラグーン E を相手にエレベートビットとレベルビットでそれぞれの送り合い性能を検証していく。25戦やってみた結果、トータル弾き回数は90回、1秒あたりの弾き回数は 0.08 回、平均スピンタイムは 50.58 秒という結果となった。次はホエールウェーブのローラッシュカスタムを相手に、ディフェンスタイプの中でも重量級の重さを760で底上げし、2ミリ低いアンダーニードルの低さで、しっかりと攻撃に耐えつつもカウンターを決められるのかを検証していく。25戦やってみた結果、ホエールウェーブは23ポイント、ゴーレムロックも23ポイントという結果となった。続いてはエレベートカスタムでコバルトドラグーン E に対しての送り合い性能を検証していく。25戦やってみた結果、コバルトドラグーンはスピンフィニッシュ4回、ゴーレムロックのエレベートカスタムはスピンフィニッシュ17回、送り合い勝率は 81% という結果となった。最後はレベルビットでの送り合い性能を検証していく。ゴーレムロックはかなり持久力が高いことが判明したので、レベルビットでも一定の勝率を出せるのではないかと期待しているぞ。
やってみた結果、ゴーレムロックのブレード性能は、平均重量は 34.14g、弾き性能は 0.08、平均スピンタイムは 50.58 秒、エレベートカスタムでのクリア勝率は 81%、レベルビットでのクリア勝率は 45% という結果となった。まず攻撃力については、なんとフェニックスウィングと同等の 0.08 ということで、かなり高い8機性能だということが判明した。さらに合計8機回数は測定史上1位となる90回で、シャークエッジの84回、ホエールウェーブの76回を超える驚異の攻撃回数だった。次に重量については、環境ベイの中では最も軽いウィザードロットよりもさらに 1g 以上軽いことから、以前のゴーストサークルの検証で数値化したベイの軽さと力負けについて今回も集計してみたぞ。お互いが大きく弾かれた割合は 87.8%、ゴーレムロックのみの割合は 4.4%、ウィザードロットのみの割合は 7.8% ということで、なんと 1g 以上軽いゴーレムロックの方が少ない結果となったが、正直なところ 3% は誤差と言っていいレベルだと考えている。それよりもお互いが弾かれた時に吹き飛ぶ距離が若干ではあるが、ゴーレムロックの方が大きかったので 1g 差の影響はちゃんと出ていると感じた。次に持久力については、平均スピンタイムが 50.58 秒ということで、シルバーウルフの 54.48 秒に次ぐスタミナ系ブレード並みの非常に高い持久力だと判明した。この高い持久力で最も多くの攻撃回数を稼いだことから、バランス寄りのアタックカスタムでの運用もありだと考えている。次にアンダーニードルカスタムでの防御性能については、ホエールウェーブに対し23対23ということで、ポイントを抑えきることはできなかった。同じホエールウェーブのローラッシュカスタムを相手に検証したゴーストサークルが24対14だったことから、防御面において高い8機性能はやはり不利に働いてしまうことがわかる結果となった。最後に送り合い性能については、今までの検証でもスタミナが高いブレードはエレベートカスタムの場合は有利を取れていたことから、ゴーレムロックでも 81% という高い勝率を出すことができた。さらにレベルビットでも 45% も勝利できており、送り合い耐性は高いことが判明した。総評をまとめると、ディフェンスカスタムでは高い8機性能で攻撃をいなせず、失点を抑えられていなかったことから、フェニックスウィングに並ぶ攻撃力と高いスタミナを活かせるアタック寄りのバランスカスタム、もしくはバランス寄りのアタックカスタムがいいのではと考えているが、ぜひみんなのおすすめカスタムをコメント欄で共有してくれ。本来は各ビットの検証動画を出す予定だったが、集計や編集にまだ時間がかかりそうなので、次の動画は話題のアンダーニードルの性能について先にまとめてみようと思う。ぜひチャンネル登録して待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。アディオス。